日本戦争する確率とか教えて。だいぶ低いと思いますよ。だいぶ低いとは思うんですけど、0から1%、2%ぐらいまで上がったんじゃねっていう。これ上げない方がいいよねって僕は思ってるんですけど、1%、2%上げちゃうのってどうなのっていう感じですね。はい。なんでそのパーセンテージが上がったという認識になってるかというと、もともとその台湾の問題というのは中国としては中国国内の問題ですよ。なので他の国は関わってくれるなというふうに言っていたんですよ。日本としても日本国内を守りますっていうのと、あと集団的自衛権というのがありまして、有事法制というやつで、日本が同盟を組んでいる国に何かあったとしたら日本は参戦しますよ。アメリカがどこかと戦争するのであれば日本は賛成しますよという法律があるので、なので存立危機とは何ですかっていうのは、日本の国民の財産や生命が脅かされる場合とか、同盟国であるアメリカの人の財産や生命が脅かされる場合は、それは存立危機なので武力を持って対抗しますよっていうのが有事法制っていうのがもう10年前ぐらい多分できたと思うんですけど、でそこの条文でいくと、同盟を組んでいるという仲のいい他国が攻撃された場合という表現になってるんですよ。その法律としてはどこの国と同盟を組むかはその法律までに含まれてないので、仮に日本がイギリスと同盟を組みました。であった場合は、イギリスが攻撃されたら、それは同盟国イギリスが攻撃されてるので、日本も賛成しますよ。攻撃支配しますよ。仮にじゃあ、ロシアという国がイギリスを攻撃しました。イギリスと日本が軍事同盟を結んでいるのであれば、イギリスを守りますよ。という他国が攻撃された場合は守るという条文になってるんですよ。この条文通りいくと、日本は法律上台湾を国として認めていないんですよ。日中平和条約、田中角栄さんが中国と国交を結んだ時に、台湾というのはあくまで中国の領土であるということで国交を結んでるので、なので他国という条約の中に台湾は含まれないんですよ。その法律の条文を乗っ取っていいのであれば。スペインっていう国の中でカタルーニャ地方っていう、バルセロナとかカタルーニャ地方なんですけど、カタルーニャの人たちっていうのは結構スペインの政府と揉めてたりして、スペイン語じゃなくて俺たちはカタルーニャ語を喋るぜって言ってカタルーニャ語教育をしてたりとか、好きあらば独立するってやってるんですけど、でもこれは日本としては参加不能なんですよ。仮にカタルーニャに参加したかったとしても。なぜなら国ではないから。日本としてはスペインという国は国として認めてるんですけど、カタルーニャは国として認めてないので、カタルーニャと仮に同盟をしたとしても、カタルーニャのために集団的自衛権を使うことはできないんですよ。法律の条文上ね、国という表現をしているので。っていう話をすると、要は台湾というのは、その他地域という場所であって、小学生とかだと台湾という国があってねって言ってると思うんですけど、日本国の立場としては少なくとも国家としては承認していないのですよ。なのでその他地域という枠になります。大阪万博とかでもいろんな国を呼んだ時に TW という謎のパビリオンがあって、台湾人の人たちがいて TW という名前のいろんな機械とかを置いてるんだけど、あくまでこれは TW というパビリオンだって台湾という国ではないっていう、国ではないよっていう、今まで日本と中国と、日本は世界に対しても台湾は国として承認してませんよ。例えばパレスチナも日本は国として承認してないんですよとかって明言してるんですけど、国連に対してはそういうふうに言ってるんですけど、なので台湾に関して何か起きた時に、そこに対して存立危機であるという表現を総理大臣がしてしまうというのは法律上おかしいんですよ。これがどういうことかというと、日本の総理大臣は法律の条文を守らない気だよねっていうのを国会で明確にしてしまったっていうことなんですよ。例えば9条、戦争しませんって書いてあるんですよ。武力も持ちませんって書いてるんですよ。でも世界中の国は自衛隊は軍隊だと思ってます。日本人はあれは軍隊じゃないよって一生懸命言ってる大人がいて、だからいやあれは軍隊じゃないんだよって言ってる日本国内の論理というのがあるんですけど、他国から見たら自衛隊は明らかに軍隊なんですよ。っていう感じで、実は他国から見たらどうなのかでいくと、同盟国は守るという法律はあるけど、その他地域を守るという法律もないし、そもそも台湾と日本同盟結んでないんですよ。同盟結んでる国で助けに行く。で、同盟を結んでいるかどうか。国かどうか。この2つの条件があるのにもかかわらず、同盟も結んでなくて、国でもないところが攻撃されたら、俺たち武力で行きますぜって言ってるんですよ。
それって他の国から見たら、じゃあお前ら何どこでも攻める気なのみたいに聞こえるわけですよ。あくまで武力というのは守るためですって日本では言うんですけど、武力を使いますよっていうのは、その国の軍隊に攻撃して、その国の兵隊も突き出し、その国の本土にもミサイルって、その国の国民もしますよっていうのが武力を使うということなんですよ。イスラエルがイランにミサイルを送りましたっていうのは、それは武力を使うというのは、それでイラン人死にました。カタールの人しました。これは武力なんですよ。なので、同盟もしてないし、国としても認めてないところに対して、武力を使いますよっていうんだったら、もう中国にミサイルを送りますよ。条件とか何もないっす。送りたいから武力を送るっすみたいな。いやいや、それはおかしいんじゃねっていう風に取られちゃうんですよ。これ日本人の常識だったらそうだよねみたいな話で、日本人の常識からだったらイチャモンじゃねと捉えられるのですが、日本の法律上どうなっているのか、軍事同盟を結んでいるのはどうなのかでいくと、イチャモンではなく、法を超えた行為をやるっていうのを国会で総理大臣が言っちゃってるんですよ。飲み会の場所で言いましたとか、インタビューとかで答えちゃいました。それちゃいちゃいちゃいみたいな。トランプ大統領とかインタビューでノリで言っちゃって、その後否定するとかもあるんですけど、国会での答弁というのは、基本的には2日以上前にこういう質問をしますよっていうのがあって、どういう答弁をするかというのは、官僚とか閣僚も含めて相談した上で、この答弁をしようっていうのを決めて答弁するんですよ。なので、これがたまたま思いつきで言っちゃいましたとか、ノリで言葉が滑ってしまいましたではなく、高市内閣としての正式回答として、同盟も結んでないし、国としての認めてないところのために武力を使いますよって言っちゃったんですよ。これはまずいでしょっていうところが今回の問題なんですよ。日本人としては台湾仲いいし、台湾取られちゃったら、そしたら俺ら困るから、だから守る必要あるよねと思うのはそうだと思います。ただ、守るとは何かっていうのは、この国を守るためにあなたをしますよっていうのが国家間の対立の解決の仕方なんですよ。トランプ大統領率いるアメリカがロシアと戦いましたと。アメリカを守りますよって言った時、ロシア人をしますよっていう表現なんですよ。守るというのはこちら側の言い分で、戦いって何かっていうと、相手を押すっていう攻撃をするなんですよ。なので、台湾を守りますよっていう時点で、台湾を攻撃した相手をしますよって言ってるんですよ。それは言っちゃダメでしょ。っていうことなんですよ。国家間のルールでいくと。日本国内ではそんな意味じゃないよとか、国内ルールじゃないんですよ。いや、国内ルールだとパチンコ屋も賭博ではないとか、自衛隊も軍隊ではないとかで納得してくらしいんですけど、国外はそういう論理ではないんですよ。募集はしたけど募ってないとかみたいな論理が日本だと通じるんですけど、他の国は通じないよね。なので、専守防衛の権利というのは認められてるんですよ。専守防衛というのは、あくまで日本が攻撃された場合は反撃するよね。なので、パプアニューギニアが日本を攻撃してきたら、それはパプアニューギニアに対してやり返しますよ。だって俺ら日本だもん。で、有事法制というのがなんで問題になったかというと、日本以外の国が攻撃された時も行ってもいいのかっていう話なんですよ。アメリカがどっかに宣戦布告したら、自動的に日本も宣戦布告することになるので、それはまずいよねっていうので、昔国会で超揉めたんですよ。ただ、日本のアメリカの基地が攻撃されたとしても、攻撃し返せませんよっていうのもおかしいでしょと。それはアメリカ人がされてるのを日本は指くわえて見てるんですか？アメリカの兵隊というのは日本を守るために米軍基地にいるわけですよ。アメリカを守るためにもあるんだけど、少なくとも日本の中で日本の国土が攻撃されたら、それを守るためにやろうとしていると。っていうところなので、国際的な感覚でいくと、あの発言は日本国内だったら許されるかもしれないけど、外国に対してはまずいよねというので、今外務省の部長だかなんだかが北京に説明しに行ってるっていうことだったりするので、なのでちょっと戦争の確率が上がっちゃったよねっていうのがあるので、それは上げない方がいいよねというふうに思っています。立憲民主党の岡田さんが質問したときに、台湾に有事があったときに、どういう状態で存立危機として日本が攻めるんですかって言ったときに、台湾の有事にアメリカ軍が出動して、アメリカ軍が攻撃されたら、日本も武力を使いますよ。であれば、今まで通りの法律の枠内の話になるんですよ。アメリカを守るんだったら良いんですよ。なので、岡田さんがどういう時に武力を使うんですかって言った時に、台湾有事の結果、アメリカ軍が関わって、アメリカ軍に被害が出るのであれば、自衛隊出動します。これは今まで通りの論理なんですよ。ただこれを飛び越えたことを言っちゃったっていうところが問題なんです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。